八重桜が手に入りましたので、これを描いてみたいと思います。今日の画紙ですが、ホワイトワトソンですねに F サイズに切っていますね。それと、絵の具はホルベインです。オペラ、クリムソンレーキ、ガーボンジーノーバー、サップグリーン、プルシャンブルー、コバルトブルー、バーントアンバー、以上7色で描いてみたいと思います。で、これねちょっと2枝にこう分かれてるんですけど、1枝から枝分かれしてできてるよっていうことでもいいんじゃないかなっていう気はしますね。こんな具合にね配置してみようかなと思います。絵の中心に一番こうメインの花がこっち向きに開いてほしいかなっていうのがありますので、全部ねこう下向きに描いちゃうと、絵としてはつまらないよねっていうことになると思いますね。こういうふうにねもし一本にされるんであれば、ここからこう出てきたのが手前の枝、奥の枝っていうふうにねこう分かれていきましたっていうふうに配置しますね。で右上からの光っていうことで設定します。で絵の中心はこの辺りですので、この辺りから出てきた花が1個ですね、手前に向かって1個で、同じところから出た花が塊としてもう1個、さらに奥に1個、つぼみが1個、みたいな感じになりますよね。でその下からこう出てきてる花の塊が、これは下向きでいいと思いますのでね、こんな風に1個2個3個、そして、ここですね、ここからこちらに向かって1個2個3個、そして葉っぱ、ね、そしてこっちの枝ですね、こっちの枝から出たものがこちらに向かって1個、ね、つぼみが1個、つぼみが2個、そして葉っぱで、そうするとね葉っぱが上の方にしかないよねっていう話になってしまいますので、できればねこういうところに葉っぱが一つ欲しいよねって思うわけです。なので、こっから葉っぱがこちらに向かって展開しておりましたっていうのをつけてみようかなと思いますね。そうすると大体こんな感じでずっと上へ伸びていく感じが表現できるんじゃないかなっていう気がします。だから大きな塊はここに1つですね。からここに比較的大きい塊が1つ、上の方にちっちゃい塊が2つっていう、そういう構成にしてみようと思います。こちらの本番の画紙にはあんまりね濃く描きたくないわけですね。うっすら描いておきますね。こんな感じです。でもうちょっと薄めときますよ、これね。で中心近くに1つ2つ3つ4つで、この辺りから1つ2つ3つで、この辺りから1つ2つ3つで葉っぱここから1つ1つですね、途中に葉っぱがあるかないか、これ他の枝を持ってきました。こういうふうにね突然こう葉っぱが出てつぼみがついたりしますので、こういうところに葉っぱがつかないっていうことはありませんね。なのでここにつけますよ、こんな感じでね。そうするとバランス的に非常に安定するかなと思います。で今日はマスキング液でねちょっと白っぽい、白っぽいと言いますかね、白いキラキラした線をいくらかこう設定しておこうかなと思いますね。
それとおしべめしべです。この中心にね、非常に小さいんですけどおしべめしべがあります。こういうのも少し抜いといてもいいんじゃないかなっていう気がしますので、雰囲気だけね捉えて、やってみようと思います。特にこの真ん中の花ですよね。この真ん中の花のひらひらひらっとこうね白っぽく見えている、場面ですよね。こういうのを後から手で抜くっていうことはほぼほぼ不可能ですので、ちょっと入れとこうかなっていう感じですね。これはこういうところですよね。いくらかこう感じさせてもいいんじゃないかなと思いますね。ここらあたりですね。ちょっとここもひら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 っとさしておきますね。からプツプツですね。あんまりたくさんはねいらないと思いますのでね、わずかに光ってますよっていうのが少しあったらもう十分かなと思います。はい、これでね乾かします。マスキング液ね乾きましたので着彩に入っていきたいと思います。今日のこのピンク色ですよね。主にオペラを使うわけです。ただオペラだけだと、結構こう派手な感じになりますので、微妙にクリムソンを加えたり、コバルトを加えたりしながら少しずつ傾けていきたいと思いますね。とりあえずまずは黄色をね少し入れたいと思いますので、ガーボンジーです。この色をしっかり薄めて、光がね右上からっていうことにしますので右側ですよね。少しこういうところに入れますね。あんまり入れすぎないっていうことが大切かなと思いますね。これはね水筆でちょっとぼかしていただきますよ。ね、しっかりぼかしてください。はい。でこの続きにオペラを入れますが、少しこのね今のガーボンジにちょっと足した感じで入れます。ね、さらにオペラですね。ちょっとだけクリーム酢を入れますよ。はい、これを花の中心部ですねに置いていきます。でさらにクリムソンとコバルトちょっと入れました。かなり紫っぽくなりました。これを光と反対の方向に入れていきます、ね。で後ろにある花の一部にも入れますね。つぼみなんかにも少し入ってもいいかなと思います。でこれもしっかりねぼかしてください。あんまりこれで形が決まるっていうことではないので、あまりね気にせずにぼかしていただいたらいいかなと思います。はい、ぼかしました。じゃあねしっかり始末をしていきますよ。取ってしまうということではないんですけど、かなり取っちゃいますね。だから真ん中にピンク色がたくさんあるわけですね。だけども右上からの光っていうことでかなり右から左にかけてだんだん暗くなっていくっていう感じが分かりますよね。でついでにね葉っぱもねちょっとだけやっておきます。で葉っぱなんですが結構赤いサップグリーンとクリムソンが混ざったような色なんですね。で、ちょっとやってみますね。サップグリーンです。クリムソンちょっぴり入れました。あんまり混ぜてません。でこの辺りからこんな風にね
葉っぱが展開しておりました。葉っぱもねかなりこう柄が長いんです。シューッと出ていってこういうふうに展開します。こっち側にも描きますよ。クリムソンちょっと足してみてくださいね。赤があんまり弱いようだとね。混ざりすぎない方が綺麗です。ちょっとね鉛筆の線が煩わしいので消しておきます。はい、ちょっとねクリムソン落としますよね。バンタンバー増やします。バンタンバーで茶色っぽい色ですね。でこれにちょっとコバルトブルーを入れますよ。薄くしますね。こういうとこですね。付け根です。付け根結構ね鱗片状のものが出たり非常に複雑な感じがします。なのでいくらかそういうこともね表現の中に入れていくべきなのかなと思いますね。まだね筋目だけ立てておきますね。あんまりこうがっつり塗るとこまではいってないのでこんな感じかなっていう程度にしておきます。じゃあこれで一旦乾かしますね。はい、乾きました。それじゃあねまたここでちょっと乾いたところのねいらない線を少しね取っておきますよ。花のアウトラインをねちょっとやっておこうかなと思います。非常にこの花びらが多くってほとんどこうまん丸に見えるんですけど、それでもやっぱり1枚ずつのギザギザとか横向きになった時のこのギザギザ感、こういうのがすごく大切なわけです。でそれをあらかじめ中から描くんじゃなくって外から作っておくっていう作業をやってみたいと思います。で外の色をじゃあ何色にするんですかって言った時にまだまだいっぱい奥の方に花があるんですよっていうそういう気持ちで、花の色で切っていきたいかなと思いますね。オペラとクリムソンを混ぜてこんな色になります。でこれはあんまりね濃いとちょっとまずいんですけどある程度薄めますよ。で中心の花これです。これの要するにアウトラインですね。ボコボコ出たり引っ込んだりわずかにはしてますのでそのアウトラインです。でこれを即外に向かってぼかします。これは中の色じゃなくって外の色です。背景色の一部っていうことになります。ね、でしっかり始末をしておきますね。こういう帯状のものが外に残ってはちょっと困りますので、ポンポンと取っておきます。ね、だからアウトラインは分かるんだけど、決してこう均一な帯状で残ってはいないよっていうそういうことですね。で今度こちら行きますよ。でこれをちょっと横から見るとこんな風に見えます。こうギザギザがね。要するに、重なり合っている花びらのアウトラインとしてのギザギザです。ね、これもしっかりぼかします。はい、
これもちゃんと始末をしておきます。次にね、これいきます。これはもう完全に下向きっていうことで書きますので、こんな感じに見えますね。こんな感じに見えます。これもね、しっかりぼかしますよ。そしてちゃんと始末をしますね。これホワイトワトソンなのでね、少々クマが残っても後で取ることはできます。ただ紙によっては全く取れないよっていう場合もありますので、さっさとね始末をしておく習慣をつけといた方がいいんじゃないかなと思いますね。これですね。これは比較的こっち向きなんで、ここらあたりのギザギザが見えるねっていうことです。ね、こんな風に、少しずつアウトラインを作っていくと、ここから中が桜、外は空間っていう、空間といってもね、奥に花があったり、いろいろすることを設定するわけですけどもね。ここですね。これも横向きであんまり開いてない感じだけどペランと出たりしてますよみたいな、そういうね、ちょっとあまりにも全部まん丸ではちょっとつまんないよねっていうことがありますので、ちょっとペランと出たりする花びらを設定すると変化があっていいんじゃないかなと思います。からこれは比較的こっち向きですのでね、こんな風に見えるかなと思います。はい、これもしっかりぼかしますね。あとここです。こっち向きな花としては、ここにねもう一輪ありますので、これも少し端っこの方ですのでね、そんな厳重にやらなくてもいいんですけど、一応ねアウトラインを取っておきますね。はい、そして乾かします。はい、乾きました。じゃあね、ここでまたもう一回、いらないね線を取っておきますね。アウトラインがねほぼほぼできましたので、アウトラインの線はもういらないよねっていうことになります。マスキングをね取らないようにね気をつけて取ってくださいね。はい、そうしますとね、また今度花の中に戻っていきますよ。右上からの光っていうことなので、左下あるいは左側に暗い色を置きたいっていうことになります。クリムソンです。ちょっとだけプルッションを入れます。わずかです。こんな色になりました。これを薄めて、花のね一番左下ですよね。こういうとこに入れていきます。つぼみあるいはね開きかけの花の左側にも置いていってください。でぼかしますね。しっかりぼかします。あんまりねこれ跡が形としてあんまり残らない方がいいので、しっかりぼかしてください。ね、コバルトブルーですね。これをすごく薄めます。本当にちょっとコバルトブルーの色が見えるわねっていう程度にしときますよ。これをかすかにここへにじませます。場所によってね
少しだったり多かったりっていうことでいいわけです。ちょっとだけにじませますよね。はい、そして、ここですね。ここがちょっとつながってるようなつながってないような微妙な感じがしますので、ここに、奥の花をね一輪こう足します。クリムソンですね。ここです。この主役の花とこちらの脇役の花の隙間ですね。ここにわずかなんだけど向こうの花が見えてるよっていう、そんな感じにしようかなと思いますね。はい、ちょっとぼかしますね。あんまり形はっきりさせたくないのでね。はい、ここです。ここの境目ですね。これが、ちゃんとこちらがこれが手前になりますので、こちらが手前として分かるようにラインを作ります。ね、これもつぼみが手前ですので、この花としては一番奥にある、この3つの中で一番奥にあるっていうことになります。こういう作業っていうことになりますね。で当然ここはしっかりぼかします。こんな感じですね。からここ行きますよ。ここもクリムソンで、手前の主役の花がしっかり出るようにね、こんな感じですね。で、外に向かってぼかしますが、あんまり引きずらない。さっさと、さっさと始末をします。そしてね、ここです。ここに開きかけの花が、ちょっとあるっていうことに設定してますので、ここをもう少しこちらの花の形を出しつつ、ちょっとねオペラも入れたりしますね。向こうの花の、開きかけですね。一部は見えますよっていう感じです。これもさっさと取りますね。あとここですね。こことこの中心の花、そしてこのつぼみですね。ここに一部きれいなねオペラをちょっと差し込みますね。こういうふうにね。はい、しっかりぼかします。しっかりぼかしますよ。で始末をしますね。はい、だいぶね形がね見えてきました。でそろそろね全体的な雰囲気を整えていきたいんですけど、まだ中乾きませんので、ちょっと外へ回り込んでみたいと思います。じゃあね葉っぱいきますね。荒々葉っぱ描いてるんですけど、もう少し繊細な感じで描こうと思います。なのでサップグリーンとクリムソンですね。あんまり混ぜない状態で、線描していきます。これですね。
はい、今度こっち行きますよ。ですね、葉っぱね、ちっちゃい葉っぱもいっぱい出てますので、そういうのもね、少しつけておこうかなと思いますね。こんな風にね、いっぱいあるんです。ちょはい、今度こちら行きますね。この覆いの鱗片ですね。鱗片にもね、色をちょっぴり入れとかないと真っ白っていうわけにはいきませんので、微妙にね、赤だったり緑だったりしながらっていうことで入れておきます。ちょっとつぼみときますね。まだこっち乾いてないのでね、つぼみを先にやっておこうかなと思いますね。クリムソンとオペラ混ぜました。これでつぼみの、すごくね重複した花びらの塊っていう感じになっています。ね、ですね、見ながらね描いていかないと、意外に嘘を書いちゃったみたいなことになりがちですので、しっかりね本物を見ながら描いていこうかなと思いますね。ここにもね開きかけみたいなつぼみがちょっと覗いていますので、これでねつぼみのこの鱗片状のこの花びらの重なりを描くことによって、本体の花びらを描く練習にもなりますので、ちょっと先もってこっちのねつぼみを描いといてもいいかなっていう気はします。ね、で、ちょっと始末をしておきますよ。はい、そしてこっち行きますね。こっちは開きかけっていうことで、上向きの花びらの雰囲気をねちょっとここで出していこうかなと思いますね。こんな感じです。はい、これ以上ねちょっと描くと暗くなってしまうので、ぼかしますよ。ぼかしておいて取っておきますね。ちょっとだけ額もねここにねちらっと見せておきますね。こんな感じ。じゃあ今度ねここ乾きましたのでここに行きますね。ちょっと下向きの花を見ながら描いていこうと思います。青も加えたり、いろいろしながら、一色にならないように、微妙に変えていくっていうことが大切かなと思いますね。
はい、やりすぎないっていうことも大切ですよね。やりすぎてしまうとせっかく残っている白色がなくなったりしますので、やりすぎない。今度ここ行きますよ。あんまりやりすぎない方がいいので、ちょっとこの辺でね、やめとこうかなと思います。じゃあこれいきますね。とちょっとぼかしときますね。あまり線が鋭すぎてもいけないので少しぼかしますね。から向こうに重なっている向こう向きの花、ね、開きかけの花ですよ。今度ね、ちょっとここを足しときますね。じゃあ今度これいきますね。あんまりやりすぎない方がいいかなと思いますね。こっちは端っこの方ですので、この中心よりもね手数がちょっと多すぎるとちょっとまずいっていうのはもうありますので、中心に比べれば少しね手数を減らすっていう必要があるかなと思います。ね、ここもちょっとアバウトにしときますね。あまりにもちょっとはっきり見えすぎるとちょっとまずいっていう感じがしますのでね。はい、ここにね重なり合って向こうの花がちらっと見えてます。あるいはつぼみがねちらっと見えてますよ。これはねちょっと少し下へ出した方がいいのかなと思いますので、この辺まで下ろしますね。ちょっとこんな感じでね下向きに開いてますよっていう感じにしとこうかなと思います。あとこことここですね、中心の花ですのでね、あんまりここでしくじるとどうしようもないねっていうことになります。慎重にいこうかなと思いますね。実際のお花をねしっかり見ながら描くっていうことが大切です。こんなもんでしょうっていう感じでやってしまうとあらあらっていうことになりかねませんので、やっぱりね手元にちゃんとお花を持ってしっかり見ながら、それでもあんまりね現実にとらわれることなく、難しいですよね。どの程度ね実際のことを取り入れるのか。はい、ちょっとずつね全部じゃなくって要所要所ぼかします。あんまり線だけでこう描写しておくっていうよりはちょっとね面の感じでやりたいよっていう感じですね。でじゃあいよいよこちらに入っていきますね。非常に細かく花びらが重なり合っていますので、実際の通りに描こうとすると、かなり無理がありますので、実際よりもかなり省いた感じで描きましたっていうことでいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じです。じゃあねしばらく乾かしたいと思います。はい、では次ね枝を描いていきますね。もう線描はねある程度してますのでざっくりね色をつけていきたいと思います。バンタンバーですね。
これだけだとちょっとやっぱり浅いので、少しプルシャンブルーを入れて暗くしますね。で、あんまり濃くしたくないのでちょっと薄めますよ。で、ちょっとね右上からの光っていうことで、主に左側につけていく、あるいは下につけていくっていう、そんな感じですね。はい、ここねちょっと絵を描いときますね。ちょっとこれにスワップグリーンを足して、ここですね、ここちょっと忘れていましたのでね、もう一個ね、ここにねちょっとつぼみを足しておきますね。ちょっとなんかここは物足りない感じがしますので、まだ濡れてますのでね、ちょっと隙間開けておきますね。はい、こんな感じでね。えっとここもねちょっとだけつぼみのね額を少し見せておきますね、こういうふうにね。それからこれの葉っぱですね、葉っぱがねちょっとどこまで伸ばしていいのかはっきり認識できなくって途中やめになっておりますので、これもねちょっと入れておきますね。少しねここを足しておきます。はい、だいぶね色がついてきてます。ちょっとここが中心だよっていうのがあんまりちょっとわからないんで、ここに少しね、青っぽい色をちょっと足しておきます。もうちょっと赤も入れますよ。はい、それから全体のバランスを見ますね。ここにね葉っぱ描いてるのが乾きましたので、ちょっと軸をね足しておきたいかなと思います。ちょっとここが空きすぎました。ちょっとここにねこっちの葉っぱの1枚が出ましたよ。みたいなことをねちょっとここ足しておきますね。はい、あとそうですね、この1本が唐突な感じがします。なのでもうちょっとねここにねおつれ、これがねちょっとちっちゃすぎましたのでね、これはちょっとチャラにしますね。あんまりもちょっとちっちゃくてあんまり意味がないので、これはちょっとやめて、こちらからねこういうふうにおつれを出しますよ。はい、こんな感じですね。でじゃあこれはどこに行くんですかっていう話になるんですが、ここにねちょっと出します、ね、あまり濃くしたくないのでね少し吸い取っておきます。まだね乾いていませんのでちょっと隙間を空けてつぼみみたいなことにねしておきます。はい、こっちもねつぼみ。
ここですね、花びらのね、フリル感をちょっとだけ入れますね。後ろに向かって出ている花の一部がちらっと見えましたっていう、そんな感じですね。はい、これだいぶね乾いてきましたので、ちょっと薄くしておいて、少しねこうフリフリ感につなげようと思いますね。ここの葉っぱね乾きました。この辺の緑色で少しね塗っておこうと思います。ここもねちょっと塗っておきますよ。ここちょっと濃いので、ここを少し取りますね。ちょっとね手直しします。でここちょっと細い感じがしますので、幾分太くしますよ。このくらいあってもいいのかなっていう気がしますね。で今さっき作ったつぼみの額辺のこっち側ね、ちょっと暗く下の方です。これもね右からの光ですので、当然左の方が暗いよねっていうことで暗くしておきますね。ここら辺ですね、ちょっとね隙間開けてます。にじまないようにね、乾いた順に埋めていきます。ここですね、ここがちょっと気になります。ここ少しね青っぽくしときますね。ここね、ここもちょっと青っぽくしておきます。葉っぱの葉脈があまりにもきっちり出過ぎていますので、この辺ですねちょっとこうこさげておきますよ。ね、ここもですね、からここもちょっとこさげます。ね、ワトソンはこういう時ね非常に便利です。あんまりね取れない紙だとこういうふうにささっとこうできないんでね。ここのねひだ感もちょっと足しますね。これ主人公ですので、やっぱりねひだ感をここね、ここです。がっつり入れてもいいのかなみたいな気がしますね。均一に、ね、ならないように気をつけてください。これがちょっと広く出過ぎてる感じがしますので、手前の花を少し大きくしますね。ここをね、ここの花のちょっとね暗めの赤色で、クリムソンにちょっとねサップグリーンが混じったような色なんですけど、これで向こうを暗くしますね。でこちらの花びらのね、これをもうちょっと出します。ちょっとねあまりにもちょっと不自然なので、ここをちょっとぼかしておきますよ。ね、こんな感じですね。ここにねもうちょっとこの少しね青みを入れると、ちょっとさっぱり感が出るっていう気がします。でしっかり伸ばしておいて、ちゃんちゃんと取ります。ここの付け根ですね、ここの付け根をがっつり手を入れておきますね。ここですね。はい、じゃあこれで完成にしますね。サインをね入れておきます。
完成です。